皆さんこんにちは、レオバニーです。この夏、私、ある就任式に立ち会ってきました。人間の就任式じゃないんですよ。神様のです。自宅の近所にある10年以上通っている神社なんですけれども、そこでずっと霊視で見てきた女性の神様がいつの間にか出世してたんです。というわけで、今日は神様も出世するというお話です。その話に入る前に、一つだけお知らせさせてください。今現在、これまでのポッドキャストの内容をスピリチュアルに特化した本として出版しようと執筆作業しています。タイトルはそのまま、リボンというんですが、書き下ろし部分もあって結構濃い話になっています。ぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。今日するお話にも、その書き下ろしで、リボンの書き下ろし部分で詳しく書いていることが何度か出てきます。その都度少しずつお話ししていきますね。では早速今日のお話に入りたいと思います。私の自宅の比較的近所に何かあるとよく参拝に行っている神社があるんです。うちの近所には古墳群が帯状にバーッといっぱい並んでいるんですが、丘や小山のようなそんな場所になっています。で、その神社もそれらの古墳の上に立っているんです。でもここに引っ越してきてもだいぶ長いこと経つのに、いつも何も考えずに初詣をしていただけだったんです。そこの神様とコンタクトしようとしたり、霊視しようとしたりしたことは全然ありませんでした。そのためずっと何も感じることもなく過ごしてたんです。そんな中、実話心霊漫画という実話の心霊現象っていうか、そういうエピソードを漫画にした漫画があるんですが、それを読むのが自分の中で流行った時期があったんですね。いろんな方の実話の心霊現象の漫画だったり、お坊さんのお話の漫画とか、霊能者さんの漫画とか、あるいは霊能者を仕事にはしてないんだけれど、そういう見えるという人の体験の漫画などが書かれてます。そういう実話心霊漫画の雑誌もあるので、一時期すごく自分の中で流行って楽しく読んでました。他にもそういう見えたり分かったりする人が書いている書籍なども読んだりしてました。そうした本を読んでたら、自分がよく行っているその神社が出てきたんです。そういう見える人がその神社に行った時のエピソードが漫画じゃないかもしれない。ちょっと書籍か漫画か忘れてしまったんですけれども、書かれていました。その人がそこに行ったら、古代の服装をした女性が出てきて、少しお話をしたそうなんです。で、その古代の服装をした女性は、どうやらその古墳の被葬者、埋葬されている人のような感じの方だったと書かれていました。
その神社の脇の方に行くと、古墳から出土されたものが展示されている場所があるらしいんです。で、神社の脇を歩いていたら、その女性の霊がいて、古墳に埋葬されていた人だという、ほのぼのしたお話なんですけれども、ただ一つ面白いのが、その人には、その霊視した人、見える人には、その神社の神様そのものは出てこなかったんです。その見える人が神社に行っているのに、神社の神様は出てこなくて、なぜか古墳の女性の方だけが出てきた。これ不思議に思われるかもしれませんが、そういうものなんです。ここでちょっと大事な話を挟ませてください。書き下ろしで詳しく書いていることの一つなんですけれども、霊視や霊感など見えないものが見えたり分かったり聞こえたりする現象について、実はその能力が使える状態にある人なら一律に同じものが見えたり聞こえたりするというわけではないんですよ。キャッチする情報や存在がどの周波数帯のものなのかということで、自分のチューニングがそこに合っているものだけが見えたり聞こえたり分かったりするんです。例えば A さんと B さんの2人が同じようなものを見た場合は、その2人が同じくらいの周波数帯に意識が向いていたという状態と言えます。逆に違うものが見えたり、あるいは片方の人には見えてももう片方の人には見えなかったりするのは、チューニングが合っている周波数帯の違いだとシンプルに思っていただければ間違いありません。よくこのスピリチュアルカウンセラーさんはここでこういうのが見えたと言ってたけれど、別の霊能者さんは同じ場所で違うものが見えたと言っています。どちらが正しくてどちらが本物あるいは偽物なんですかという話とか質問があったりすると思います。これはそのスピリチュアルカウンセラーさんなり霊能者さんなりが嘘をついているということではない、嘘をついているのではない限り、この2人どちらも正しいんです。自分のチューニングがどこに合わさっているかという違いだけなので、見えたものは2人ともどちらも正しいですし、どちらもその彼らが見た違う存在のどちらもそこに存在していたとも言えます。基本的には嘘をついているのではない限り、その話をしてくれている人にとっては全て真実であると思って聞いてもらえればいいんじゃないかなと思います。さて、その実話心霊漫画を読んでへーと思って、次にその神社へ参拝に行った時に自分でも見てみようと思いました。当時はまだ霊能者の修行もしてなくて、チューニングの仕方も知らなかったので、その神社に参拝に行った時見ようと思ったんですけれども、その時は何も見えずに帰ってきました。とはいえ、当時すでに神様に近い存在はよく見ていたので、見えないわけではなかったんです。私は毎朝自宅の神棚やお寺から授与されたお札の前で祝詞や御神言を唱えて拝んでいるんですけれど、これは今でも続けています。でもさらに当時は毎日祝詞や神言に加えて般若心経も唱えてたんです。般若心経を唱えるのは
神棚には唱えてなくて、お寺から授与されたお札の前だけで唱えてました。ですが、これをやると、朝の貴重な時間の結構、多分トータル10分程度、10分弱ぐらい、費やしてしまうので、ちょっとだんだん、そんなに時間かけてられないと思って、やめてしまいました。般若心経だけはやめてしまいましたが。そうして毎日唱えていたから、唱えていたということもあって、自宅によく、神様の眷属さんのような方々がポンと現れることがありました。今でも、あります。はい。そうは言っても、ものすごく高い位とか、高い波動の神様が直に来られるというわけではなかったんですけれど、で、そうですね。神道の神様よりも仏教系の神様の方が当時は比較的多く現れてくれてたように思えます。向こうから勝手に現れてくれるので、私が呼んだりしてるわけではなく、なので、自然と見えるような状態だったんです。要するに、向こうが私と話したいとか、私と関わり持ちたいと思ってるから現れてくれてるということなので、だから、見えるっていうことなのかなと思ったりもするんですが、ちょっと、そうですね、わからないですね。なんていうか、私にとっては、昔からそういうふうに見えることが自然だったので、いつから自然になったのかな。そうなんです。自然だったので、どういうこととか、そんなに、なんだろう。なんか知らない神様がいるとか初めての神様が来たとか、そのぐらいの驚きはあるんですけど、なんで私見えるんだろうとか、そういうのは思わなかったかな。で、それから何年か経って、さらに、そうですね、私もちゃんと修行したんですよ。で、スキルも上がってきた頃のことですよね。ある時、その神社に参拝に行って、段通りに、拝殿の外側、お賽銭箱があるところですね。から手を合わせて拝むと、中に女性の霊の姿が見えたんです。この花咲夜姫ほど高い波動ではない感じだったんですが、実は心霊漫画かちょっと書籍かわからないんですけど、それを読んだことをちゃんと覚えていたので、その女性はかつてこの土地で生きていた、ですね、シンプルにその女性の霊は、過去にちゃんと肉体を持った人間として生きていたことがある人の霊
そういう周波数だったんです。うん。で、ある程度ちゃんと位が高かったという感じの。うん。なので、その、この土地で生きていて亡くなった方が、ここで神様役としてこの土地を守ってくれているのかなと思いました。うん。で、ちなみにその神社は浅間神社なんですけれど、うん。その、以前読んだものに書かれてた通り、そういう女性の霊が私にも見えたので、ああ、本当に古墳に埋葬されている人が神様としてこのこの土地を守ってくれてるんだなぁと納得したりしました。うん。で、数年前のことなんですが、お正月に初詣に行ったら、そのいつもの女性の神様がいなかったんです。えっと、なんつうかな、あのー初詣な、その神社って、あの、は、元旦、結構、三が日ぐらいまで、ものすごく長蛇の列になって、あの、初詣に結構何時間とか待つ感じになっちゃうんですね。うん。なので、いつもタイミングをずらしていっていたんですね。うん。というか、そこの浅間神社を本当に初詣のタイミングで参拝に行くのって、割とこの数年くらいから始めたぐらい、うん、いつも初詣の時には行ってなかったんですよ。結構、1月中には行ってたかなとは思うんですけど、うん。で、なんか、本当に三が日とかの時に行ったら、で、私もそこの神様見えるっていう状態になってから行ったら、そのいつもの女性の神様がいなかったんです。で、代わりに中にいたのは、この花咲くや姫の周波数を帯びた見えない存在。か、服装とし、そう、服装としては、男性の寝食の格好をした霊的存在が3名いたんです。なんつうかな。本当に正統派な周波数というか、神社長から派遣されてきたというと語弊があるんですけれども、なんか、そう思っちゃうような感じの、方々が、はい、中で、働かれてたんですね、忙しそうに。うん。で、初詣で多くの人が、普段の何十倍もの人が一気に参拝に来る、来るので、人間世界で言えば、申請書類を受け取って、それを上の段階、上の上司とかへ取り継ぐといったような処理作業を、その3人の方々、霊的存在がものすごい勢いで忙しそうにこなしているという感じでした。もう本当に忙しそうに働かれてました。で、
その様子を見ながら、拝んでいたら、なんと、ちゃんとこの花咲くや姫と繋がったっていうか、来てた。繋がったんですよ。うん。で、この、もう、なんだろうかな。そうですね。この、本当この浅間神社、いつもは、古墳の女性が神様役だから、浅間神社となっているけれども、実際の神様は土着の神様だなって勝手に思ってたんですが、ちゃんとこの花咲くや姫がしてくれるんだなという、お正月とか大事な日には来てくれるんだなと、ちゃんとこの花咲くや姫とつながってるんだと思ったんですね。名前と実態が違う神社って結構意外と多いんですけれど、ここの浅間神社はちゃんとこの花咲くや姫が来てくれる神社なんだと感心したんですよ。そう感心したのを覚えてます。そうで、その見えない神職の方々がいたのは三が日までかな。多分三が日までの間だと思いますね。おそらく。で、それを過ぎると、また、いつもの女性の神様に戻ってました。その女性の神様お一人だけ。なんかそうですね。その次の年もそうだったんで、毎年お正月はそういう役割分担になってるみたい、なのかなと思いました。で、そう、毎年そうだったんですよ。ちょっと、お正月以外の、重要な日、今回の放送ではここまでとなります。次回は今年のお正月に起きた異変と不思議な力に導かれた6月30日の大祓参拝についてお話ししたいと思います。では次回もお楽しみに。レオバニーでした。